You think you'll slip, your little sweep, it won't stick. Won't last up 2 damn times. I paid the price, now I climb. Been too much, now feel the hate. Your spine might snap, your body's fake. Don't test the truth, it always wins. What goes up must break its spin. 2 feet deep, no bluff, no luck. On the rock where your spin gets stuck. My weight's your pain. Hear that ring? Now kneel before the gravity king. I stand like Neo, carved in stone, posture sharp. I'm in the zone. Your head spin, mine just crashed. Your God's a joke, caught in a flash. Close the gap. 皆さんこんにちは。シラプネル柔術代表の金子一郎です。今回ですね、久々なんですけれども、私自身の単体の教則をリリースすることとなりました。サブスクの方にはいつも、コンスタントにね動画の方を上げているんですけれども、今回は取り下ろしで、単体の教則作品としてリリースをしていきます。でですね、今回のテーマがトップキープですね。トップキープね、ちょっとね地味なんですよ。非常に地味なテーマなんで、結構言語化するのもね難しかったんですけれども、なんでこのトップキープの教則を出そうと思ったかと言いますと、多くの柔術家の方がガードに興味がある人って非常に多いと思うんですよ。で、中でもパスされないためにどうしたらいいか、ね、ガードのリテンション、ね、パスされかけた時にどのような体の使い方をするとか、そういったパスされないための技術ってすごく需要があるじゃないですか。で、それに伴って多くの教則がリリースされていますよね。じゃあトップの教則どうかっていうと、パスガードの教則って多いんですよ。ね。トップのオフェンスの教則っていうのはすごく世に出回ってるんですけれども、トップのディフェンスの教則ってなかなかないんですよね。はい。なんだろう、ガードで言うと、まずアタックする前にしっかり守れなければいけないっていう意識は皆さん持っているのに、なぜかトップになるとそういう意識が抜け落ちてしまって、よしいきなりパス行くぞみたいな感じで、返されてしまったりとかね。で、まあそういった状況をちょっとなんか変えたいなと思いまして、今回トップキープの教則を作ろうと思いましたね。はい。でですね、多くの軽量級の柔術家がトップキープって苦手だと思うんですよ。ね。以前は私もトップキープがそこまでね、うまくなかったんですね。なので、結構アダルト、30代の頃にアダルトで試合をしてた時は、ボトムにこだわって試合をしてきました。で、アダルトの試合時間って10分なんですね。黒帯10分です。10分間をしっかりトップキープし続けることってめちゃくちゃ難しいんですよ。アダルトの黒帯10分をトップキープは結構難しいです。至難の技です。で、相手の選手の体も違います。ね、20代のアダルトのトップ選手の体ってもうゴムまりのように弾力性にあふれています。なので、ニアパスまで行ったとしても、そのゴムまりのような弾力性に跳ね返されるんですね。で、パスに行って跳ね返される、パスに行って跳ね返されるを繰り返していくと、どんどんこちらの体力というのは奪われていきます。なので、アダルトのカテゴリーで試合していた時は、私自身もパスを、ね、諦めて結構ボトムから攻めることを選択していました。で、マスターのカテゴリーに、移ってからは結構ねトップから攻めることが多くなったんですね。なんでかっていうと、やっぱりマスターの選手の体というのはアダルトの選手みたいな弾力性がだんだんね失われていくんです。はい。これ非常に大切です。アダルトの選手とやってた時はもう弾力性に跳ね飛ばされまくってたんですけれども、マスターの少なくとも自分と同じ年代のね40代とかの選手と戦う時っていうのは、そのように跳ね返されることっていうのは非常にね少なくなるんです。はい。もう一つマスターカテゴリーにおいてトップからね攻めた方が有利な理由としては、試合時間がね5分なんですね。非常に短いです。5分は試合時間としては非常に短いんですね。短いがゆえに先取点を取って逃げ切るという先手必勝逃げ切りのパターンが通用するんですね。はい。で、多くの軽量級の柔術家が試合開始とともに引き込みますよね。で、お互いが引き込んだ時に片一方が立つと
アドバンテージ1が与えられますね。そのアドバンテージを1位をリードしたまま試合を終えるという戦術が可能になるのがマスターの5分という試合時間なんですね。金子は何をせこいことを言ってるんだと、アドバン1だなんだとね、そういう思う方もいると思うんですね。で、私も基本的にはパスガードを狙っていますし、多くの試合でパスガードをしてきました。でもワールドマスターの決勝とか、特に相手が本当に強くなってくると、やっぱりポイントを取るというのがすごく難しくなってくるんですね。で、そういった際に必要になってくるのが、ポイント取れないかもしれないけれども、リードした状態でしっかりとトップをキープするという技術になるんですね。ここをしっかりとできるようになると、試合での勝率が格段に上がってくると思います。はい、少なくともマスターの5分というね、短い試合の時間の中でトップキープがきちっとできるってなると、試合での勝率はすごくアップします。今回はボトムは得意だけれどもトップになったらどうしてもね、自信がないんだよなっていう方に向けて、この教則を作っていますね。はい、なのでちょっとね、トップが苦手な特に軽量級の柔術家の方、ね、軽量級の柔術家の方、ぜひこの教則を見て、トップキープ強くなってください。あとですね、怪我の防止という観点からもトップを中心に練習するというのは非常に効果的なんですね。マスターの柔術家が、先ほども言いましたけど、だんだん体の弾力性というのが失われてきます。その状態でボトムという練習を続けていると、相手に潰されて首だとか腰にね、だんだんねダメージが溜まっていくんですよ。で、トップの方が相手の体圧を受けない分、体には優しいと私は考えていますね。もちろんトップからも無理な攻めをしたりしたら怪我につながってしまうということはあると思うんですけれども、トップからしっかりとね、安全圏でトップキープをしつつじわじわね、パスガードを狙うという、そういうスタイルは一番息が長い競技スタイルなんじゃないかなと私は考えています。で、そういったこともあってマスターカテゴリーに私がカテゴリーを変更してからは結構トップを中心に練習をしてきました。その結果、私今50歳なんですけれども、20年という、ね、競技のキャリアの割には怪我は本当に少なく済んでいるんですね。このまま今のスタイルをしっかり突き詰めることでですね、あと10年20年とね、試合にも出続けていきたいなと考えています。同じようにね、試合を楽しみたいという方はですね、私と同じようにね、トップをしっかりと練習して安全にトップキープをすることで体の負担もね少なく、練習を楽しんで、生涯スポーツとしてね、強くなっていってほしいかなと思います。でですね、ここまで話してきて、ね、私が軽量級言ってるんですけど、じゃあ軽量級向けの教則なのかと言ったらそうでもなくて、中量級重量級の人が、このトップからのプレッシャーのかけ方をしっかり学んだ際には、軽量級と比べ物にならないくらいもう重力を味方につけることができるんですね。今あるその重い体重をもっとフルに使い切ることができます。そうするともうトップキープどころじゃなくて一気にパスすることも可能になってくると思います。ね、軽量級だとやっぱりいきなりパスするっていうことはちょっと難しいんですけれども、中量級重量級ね、より体の重たい人が重力を味方につけることによってトップキープだけではなくパスガードのね確率も飛躍的にアップさせてくれることを約束します。はい、それではヘッドクォーターポジションへのエントリーと、そのキーププレッシャーのかけ方を説明していきたいと思います。よっと。スタンディングベースからでもいいですし、あるいはコンバットベースからでもできるんですけれども、相手の足を1本押さえつけてこのまたいだ状態ね、この状態をヘッドクォーターポジションと言います。ここからのメインのアタックとしてはニースライスパスね、でそれを嫌がって足を立ててきたらスマッシュパスね、そういった流れで攻めていくパターンが非常に多いと思います。ただ、自分が、しっかりとねここでキープできないと簡単に相手にガードに戻されてしまって相手のガードアタックを、受けなければいけなくなってしまいます。
なので、しっかりとねこのポジションになったら適切にキープしながら攻めにつなげていく必要があります。でまず相手の足を一本またいだ際なんですけど、この足の動きを無効化したいんですね。この足が再び出てきてしまうと足の裏を当てられたり巻きつけられたりしてしまいますので、しっかりとこの足が出ないように膝で挟んでください。こういう感じです。膝で挟んであげますね。空手の三鎮立ちのような感じですね。足が狭いと自分のバランスが悪くなってしまいますので、足先はある程度肩幅ぐらいに広げながらしっかりと膝を締めて相手の足を挟み込んでいきます。そしたらここで左手は相手の襟を握ってください。このような感じですね。で相手が起きてこようとしたらしっかりと、左手を伸ばすことで相手の動きを止めていきます。ちょっと横向きでいいですか。あまりこの時に前傾になりすぎる乗りすぎるとちょっと前に崩してもらっていいですかね。このまま、ねこのように前に崩されてしまいますので、この時点ではあまり相手に乗らない方がいいと思います。しっかりと自らね体を自分で支えてください。直立していますね。こう手に体重乗っけると前に崩されてしまいますので、手はあまり手に体重は乗っけていないですね。ここね結構大切です。手に体重を乗っけずにしっかりとね、自らの2本の足でちゃんとバランスを取った状態で前襟あたりを持っておくといいと思います。次に右手ですね。右手は、こちら側の足に対してしっかりと制していく必要があります。相手は例えばこちらのグリップを取ってスパイダーガードを取ったりとか、あるいはラッソーガードをしたりとか、あるいはデラヒーバーを入れたりとか、さまざまなことに使えますので、しっかりとまず内側をしっかり取ることが大切になります。内側を取った状態で、ズボンだったり足を直接持って制していくといいと思います。ちょっと何かをしようとしてもらっていいですか、これで。ね。こういう感じですね。このようにズボンを持っていてもいいと思います。しっかりと押し付けてキープしてください。ね。袖を持たれたとしても、例えばここでバツンと切られちゃったりするかもしれないですけれど、再び内側を取っていれば、相手にガードを作られることはないと思いますね。肩に足を入れられたりとか、スパイダーとかちょっとしようとしてみてください。いいですよ。こういう感じでしっかりこの常に右手は内側を取り返すことで、相手に特定のガードを作らせないようにすることが非常に大切となります。この辺ね、しっかりとキープをしながら次の攻めにつなげていくと、相手の攻撃を食らうことなく安全にパスガードのポジションに移行することができます。以上です。